こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら。クリペックスのコブラのちっちゃいの。プライヤーレンチのちっちゃいの。ね、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。こちらの商品、昨年発売されて大人気。ね、店頭でも品薄状態が続きましたけれどもね、こちらの特徴をいつものように3つのポイントでね、それぞれご紹介していきたいと思います。はい。まず1つ目ですけれども、ちっちゃいということです。全長がですね、100ミリです。はい。全長がね、100ミリですから、手の中にすっぽり収まります。ね。こんな短くて力が入らないんじゃないかというふうに思う方もいらっしゃると思います。力入れたいときはね、長いの使えばいいんですけれども、これね、手の親指と人差し指の代わりをしてくれるんですね。狭くて大きなプライヤーが入らない、ね手しか入らないところでどうしてもね親指と人差し指で何かつまんだりとか、力を入れたりすることがあるかと思います。でも特に今の時期、寒い時期はね指先かじかんで痛いですし力が入りません。そんな時にこちらなんですね。はい、手の中にすっぽり収まる全長100ミリね。そして、このような動きでですね、親指と人差し指の代わりにね、しっかり対象物を掴んでね、回したり、つまんだりすることができます。はい。ポイント1つ目はですね、全長100ミリということで、手の中に収まりますということですね。はい。そして、ポイント2つ目ですね。はい。ここのね、開きです。開き。ね、口の形状、違いをね、ご紹介していきますね。はい、口の開きですけれども、コブラはですね、このようにね、はい、動くのに対して、プライヤーレンチはこのように平行に動きます。ね、そしてコブラのつかみ面はこのようにギザがあります。ね、ギザがあります。プライヤーレンチは、はい、ギザはありません。ね、ですから、こちらコブラの方は、丸いものとか、しっかりこう噛み込んでこう回したい、つまみたい、そんな作業の時にね、いいんじゃないでしょうか。はい。で、こちらプライヤーレンチは平行に動きますし、つかみ面に溝が切ってありません。ですから、あまり相手を傷つけたくないボルトですとか、ナットとかね、そういうものを掴むのにね、はい、いいんじゃないでしょうか。ね、そんな感じで、使い分けるといいかと思います。はい、そしてポイント3つ目ですね。こちらの口の開き、それぞれやっぱりね、違うんですね。はい、こちらのですね、コブラ、こちらですね、最大に開くとですね、ここがですね、28ミリ。ね、28ミリまで開きます。そして、ここの大辺ですけども、ここは24ミリの、六角のものまで掴むことができます。ただしね、これくらい広がっちゃいます。こんな感じになります。ね。はい。そして、こちらのプライヤーレンチですけども、こちらはですね、はい、最大で21ミリ、ね、ここの大辺が21ミリのものまで掴むことができます。やっぱりこれくらい、ね、ハンドルは開いちゃいます。はい、こんな感じで掴むことができます。それと、ここの厚みですね。ここの厚みもね、それぞれちょっとずつ違います。はい、コブラの方は、はい、見えますでしょうか。3.8 ぐらいですね。はい。そして、プライヤーレンチ。はい。こちらの方は 2.5 ぐらいですね。はい。それぞれ、薄いですけどもね、薄さはこっちの方がちょっとね、薄いです。はい。そんなですね、コブラの 100mm とプライヤーレンチの 100mm ね、使い方、使用用途に合わせてね、お使いいただければなというふうに思います。こちらの商品はファクトリーや各店と通信販売で購入できます。寒い、かじかんだ手でね、痛い思いをした方、ぜひこちらの工具を使ってみていただきたいなと思います。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、クリペックスのコブラの 100mm とプライヤーレンチの 100mm でした。